はい、こんにちは、やさんです。こちらの動画では、プレアネットワークス CEO が対談、スパークトークンはどうなるということですね、解説をしていきたいと思います。海外の YouTuber の方がですね、CEO、ヒューゴ氏と対談した動画をですね、アップしましたので、僕の方で翻訳してね、まとめましたので、そちらの内容をもとにですね、解説をしていきたいと思います。題目の方、こちらになります。プレアネットワークとは何なのか、ソングバードの将来はどうなるのか、トークン監査は終了したと思いますが、多くの人は現在何が起こっているのか理解できてないと思います。あと観察期間とは正確には何を意味するのですか、セキュリティの問題についてはどうですか、弱気市場にフレアのローンチは影響を受けますか、取引所についての配布はどうですかということですね、みんなが気になっている質問の方をですね、解説されてますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。じゃあこちらの方をですね、配信の方をしていきますが、翻訳の方をそのまま読むとね、棒読みになってしまいますので、僕の解釈も付け加えてですね、解説をしていきたいと思います。はい、じゃあまずフレアネットワークスとは何なのかということでね、ヒューゴ CEO、こちらの方ですが、説明の方をされてます。で、FTSO と呼ばれるカナリアネットソングバードで使用している価格オラクルですということで、まずフレアには2つのコアプロトコルがあると。FTSO と、ステートコネクタですね。で、FTSO はデリゲート報酬、ソングバードで、皆さん使ってた方いるかと思いますが、SGB を預けてね、報酬をもらうことができる仕組みになりますが、そちらのね、FTSO がまず一つと。で、もう一つはステートコネクタというものがありますということで、そのステートコネクタはブロックチェーンとブロックチェーン、お互い違うブロックチェーンを同士をですね、監視することができまして、片方の違うブロックチェーンからもう片方の違うブロックチェーンで起こっているイベントなどをね、把握することができるような仕組みになってます。これがね、結構、すごい仕組みとされてまして、重要なね、フレアの部分になります。で、あと、ブリッジクドアセット、F アセットというものがありまして、ビットコイン、ライトコイン、同時コイン、XRP、ステラトークンとかね、こちらは非スマートコントラクトプラットフォームと言われてまして、スマートコントラクトが機能しないトークンですね。そちらをブリッジングすることができて、ブリッジングしたものを F アセット、FXRP とかになるんですけど、と呼ばれてまして、で、そのブリッジプロトコルはレイヤーケーキというね、呼ばれ方をしている技術になります。で、それがまああるよといった形で、説明の方ね、こちらの質問、フレアネットワークはズバリ何なのかということで、解説をされております。で、ソングバードの将来はどうなるのかっていう質問に対して、カナリアネットワークの仕組みは天才的だと思いましたと。で、ソングバードの将来どうなりますかっていう質問ね、されてます。カナリアネットワークっていうのはテストネットワークのことになります。プレイヤーのね。で、FTSO についてね、ヒューゴ氏も、たくさん学びましたということで、ソングバードの最初の長期的なポイントは人々にテストするネットワークを提供するだけではなくて、人々がフレアが理解できなくなる、つまりフレアを利用できない、わからないね、わからなくて利用できなくなることを避けるために学ぶことが事前にね、できるようにプロトコルと統合するネットワークを提供するっていうのね、目的だったと。で、それからアップグレードするたびに、これからね、フレアがね、変更を加えたと仮定した場合、ソングバードでその変更をテストすると、これからも。で、つまり、ソングバードは私たちのプロトコルの長期的なテストネットになりますということですね。だから今後も同じようにね、フレアがメインネットをローンチした後も、テストする媒体として使われると。で、あとは、ソングバードをコミュニティガバナンスの改新にしたいというコミュニティに何度か言及したということで、その考え方についてすぐにね、また提案をリリースするということで、ソングバードね、SGB トークン使ったりして、今後のね、フレアのそのプロジェクトの動向ですね、何をどう決めてどう進むかっていうのを、その投票によってね、コミュニティによって決めることができるようにしたいと。で、それにもソングバードを使いたいよっていうね、話の方をしてました。例えば例ですと、ポートが支払う、報酬の金額をね、デリゲートとかの報酬の金額を変更したいとか、あとは、アセットをね、このアセットを F アセットに追加したいとか、あとはまたは特定のチェーンをレイヤーケーキチェーンとして追加したいなどね、ソングバードのガバナンスの役割について考えられる方法はまだまだたくさんあると。なので、時間があるときにね、提案を出して、それをクリアアップして人々の考えにそれがね、適しているかどうかっていうのも確認しますということでね、解説もされてます。で、トークン監査は終了したと思いますが、多くの人は現在何が起こっているのか理解できてないと思いますということでね、内容の方ね、まだわからない方も結構いるかと思いますが、当初はね、7月4日メインネットローンチっていうだけのね、話だったんですが、今7月4日にはトークン監査が始まって、で、7月11日にメインネットローンチして、それから観察モードが8週間続いて、トークン配布といったね、複雑な流れになっております。で、そのね、ところを解説してるんですが、まあ、ネットワークのね、監査、今回ね、
監査に合格したので、トークンの配布方法を編集したと。で、それは、安全にね、それらトークンをネットワークに配置するためにということでね、開発されてます。で、これは非常に長い間行われるトークンであり、かなり大規模の配布になることを忘れないでということでね、話されてます。で、ソングバードウォレット自体がね、35万のアドレスがあって、そのアドレスの100以上が取引所ということで、その取引所の裏にも背後にも何人の人がいるかわからないということで、おそらく推定することはできるということで、おそらく10万から20万人の非自己管理者、要は取引所で、預けている方ですね、がいて、でなおかつそれが35万のアドレスですが、掛け算すると、おそらく350から700万のトークンがね、トークン所有者が発生する、今回のことで発生すると思いますということで、これは潜在的に非常に大きな配布になる可能性がありますので、エラーとかトラブルが起こらないように私たちは慎重になってるんだと。で、4日に開始して金曜日に終了するように監査人にね、配布コードを送信したということで、これがトークン監査ですね。4日から始まった。で、11日からメインネットローンチ、起動できるように指定したのは、つまりそのレポートの結果が何であるかを11日に知る必要があったからということで、つまり4日に監査始めて、それをね、金曜日に終わるようにと監査人にね、トークン配布にコードをね、送信して、それを確認した上で11日からメインネットをローンチさせるといったね、計画の予定とね、されております。ですので今そういったね、7月4日、11日、8週間後、それから配布っていったね、最短でもそれぐらいにはなるといったね、形になります。じゃあそのね、8週間の観測期間というのは具体的に正確には何を意味するのですかっていう質問に対して答えられてまして、FTS をデータプロバイダーが検証を引き継ぎますということで、フレア財団がね、今、そのネットワークに握ってますが、それがね、データプロバイダーにこれから分散化されるんですよ。ですので、その FTSO データプロバイダーがチェーンに参加してデータの提供を開始して、そのデータを使用してネットワーク内のデータプロバイダーにパワーを与えるっていうことがね、期間が必要なのですということで、説明の方されてます。で、私たちのネットワークの運用方法はバリデータからFTSO からのものであるため、FTSO がバリデータを実行する権利を持って、かつ彼らのデリゲートと彼らの価格のパフォーマンスの両方に彼らがどれくらいの頻度で報酬を受け取れるのかっていうね、それはバリデータのパワーに関連していますということで、ちょっと僕もね、ここら辺の FTSO とかの技術に関しては詳しくないんで、ちょっとよくわからないんですが、つまりパワーが必要、与えるね、デリゲートとかするために、パワーが必要ですので、時間が必要ということですね。で、あとは、私たちは FTSO に基づいて、FTSO からのいくつかのデータを取得するために、この期間が必要ということで、文字通り観測ですよね。その FTSO が機能しているかどうかっていうのをちゃんとね、見る、データを使って見る必要があるということで、説明の方されております。で、それでネットワークがね、財団から運営されなくなった時点で、財団を運営している FTSO に移動しますと。で、これで観測期間が抜け出して公開配布、エアドロップね、スパークトークンの、行うことができますと。で、検証ツールに問題が発生した場合に、フレアのね、メインネットがね、メインネットワーク全体が停止する可能性があったため、配布の時点でね、観測モード終わって配布ってなった時にメインネットではなくて、そのネットワークをね、メインネットが制御することを望まなかったことを人々に理解してほしいですと。つまりメインネット全体がね、停止しちゃったら大変なので、だから分散化、FTSO にね、分散して配布すると。で、分散型ネットワークの全体的なポイントは、検証を分散しているため、堅牢で安全であることが、あるということですと。分散型ネットワークを利用する非常に大きなポイントですっていうことですね。こちらも技術的内容ね、ちょっと申し訳ないですが、僕の方でわからないですが、あくまで憶測になってしまいますが、フレアのメインネットがね、停止しちゃったらもうね、それで終わりなんですが、分散していることで、どこかに問題が起こってもね、こっちで配布、こっちで配布、こっちで配布ってどんどん分散してるから、全てがダウンすることはないっていうような意味なのかなと。これね、ちょっとあくまで憶測なんで、聞き流してほしいんですが、そういった意味をね、一つ僕の方では考えましたが、どちらにせよ堅牢で安全であるということですね。で、セキュリティについてはね、どうなんですかって質問の方もされてました。分散化の問題を解決して、潜在的な問題にも解決したように感じてますが、セキュリティの問題についてはということで、これちょっとね、安全を優先しますだけで終わっちゃうので、ちょっとボードも読ませていただきますが、2020年にホワイトペーパーを公開したと。で、ホワイトペーパーを公開したとき、私たちは非常に単純なプロジェクトだったと。それはスマートでないコントラクトにスマートなコントラクトのプラットフォームを提供しようとしただけだったと。
ただ、私たちはその後ね、ビジョンを劇的に拡張しましたと。不可能性を橋渡し、ブリッジングして、Web2.0、Web3.0 の構成可能性に中継して、次にマルチのコンステレーションを中継する4つの柱を知っていますということで、大規模なね、エンジニアプロジェクトになったと。で、より多くの監査を行う必要もあって、時間がね、かかりましたと。1年ローンチがね、遅れてしまったんですよね。で、そういった都合もあるかと思います。で、今からもう一度監査をスケジュールするのであれば、おそらく約9ヶ月から10ヶ月で足りるでしょうということで、もうね、何が必要でどう進んでいけばいいって今、現時点で分かってるから、ちょっとね、動画の方割愛してますけど、これやってこれやってあれやってってもう分かってるからね、無駄なことしなくていいから短縮できると、今だったらね、知識があるから。で、私たちは本当に安全を優先しますと。信頼性を他の何よりも優先しますと。それが私たちのモットーですということで、もうね、スパークトークのエアドロップ待ってる方もいるかと思います。で、時間が経っちゃったんですが、これだけね、時間かかったのはそういった安全性をね、優先したためで、監査もいっぱい通ってきたと。ですので、セキュリティはね、それで保証できるんじゃないかということでね、解説をされてます。で、配布の日付を発表したんですが、それは最良の概算ですということで、一番最短でそれぐらい、要は8週間ですね。で、ロールバックっていうのはね、もしエラーが起こると、前に戻っちゃうんで、また始まりからね、進むことになりますので、その8週間後がもっと伸びる可能性もあるということですね。で、それによって人々がイライラする可能性はありますが、私たちは常に私たちが考えることを考えるように見てますということで、解説をされています。で、あと弱気市場にフレアのローンチは影響を受けますか。弱気市場って今仮想通貨ね、低迷してますよね。そちらの時に、その際にローンチしちゃって大丈夫なんですかっていう質問ですね。で、コミュニティにとっては本当に大きな質問なんですが、私たちのチームの観点から言えば、私たちは長期的なので、気にしてませんと。私たちは非常に長い間今まで取り組んでいて、私たちは本当にね、私たちが好きですと、プロジェクトがね。で、プロジェクトがコミュニティのために非常に成功することを望んでいることは明らかですと。で、ローンチした後ね、価格が大幅に下がった場合に人々はイライラするというかもしれませんが、それは現実的ではありませんと。私たちが提供しているユーティリティに基づいてフレアのユーティリティがありますと。ユーティリティっていうのは利用価値のあるものですね。実需ってことで、つまり商品と言ってもいいですね。使えるもの、実際に使えるものがあると。で、そこから構築できる製品に基づいて、これらのね、総合運用製品を構築できるのは私たちだけではない、ことを忘れないでくださいということで、身近なところでですと FLR ファイナンスとかですね、DAPS ですね、フレアネットワークスの上で稼働する分散型アプリケーション。で、そこで展開されているのはソングバードのデリゲートとかですよね。ですので、そういったデリゲートっていう仕組み、製品がまず作れるっていうことと、あとはそれをね、リレーなどのレイヤー機器の独自のアイデアがありますが、誰でもフレアを使用して外部システムを参照するも構築することができる。これがFLR ファイナンスとかでやってるね、分散型アプリの開発と。で、私たちの仕事は、の一部はその方法を人々に伝えて、その方法を教育することになるでしょうということで、実際にそれをね、じゃあ SGB 預けてデリゲート報酬をもらうね、週に1回もらうやり方だったりとかって、そういったね、配信を今後していくんじゃないかなということで、実際にもうね、ツイッターの方をフレアファイナンスのね、フレアネットワークスの配信ではね、結構教育のツイートとかもされてまして、やり方っていうことでいろいろな配信されてます。で、僕の方もね、そういったやり方を解説するのはね、結構好きですので、今後ね、また何かね、やることができましたら、具体的なマニュアルとかね、作っていきたいかなと思っております。はい、で取引所についてはどうですかという質問に対して、これ結構気になっている方もいるかと思います。自己ウォレットで、ね、もらうんじゃなくて、取引所に預けて、XRP 預けてスナッシュを迎えた方ですね。で、ありがたいことに最大の取引所はおそらく大丈夫でしょうと。私たちが配布している間、それらのほとんどは次の数ヶ月で大丈夫になるでしょうって、これちょっとね、もう翻訳のあれでもね、仕方ないんですが、この大丈夫になるでしょうっていうのはどういう意味の大丈夫なのかっていうのはね、ちょっと憶測になってしまうんですが、ハッキングとかね、しちゃった、ハッキングじゃない、破産しちゃったね、取引所とかもあって、そこでね、スナップショットを迎えた方が、スパークトークンをね、受け取れないって可能性が今出てきてて、それをね、フレアがね、監視してるんですよ。その取引所がね、どうするのかっていうのを。だから、おそらくこの最大の取引所は大丈夫でしょうっていう、大きな取引所とかね、
皆さん使っているのはそんななんかマイナーな取引じゃないかと思いますが、そういった取引所は私たちが配布している間は、その後ね、その配布しているその後に数ヶ月で、配布できるようになるんじゃないですかっていう形かと思います。これね、あくまで申し訳ない、ごめんなさい、私のね、推測になってしまうので、大丈夫でしょうということですので、また今後ね、もっと詳しい内容が出たら僕の方でまとめてね、配信の方していきたいと思います。で今はトークンの配布方法を変更して FTSO を介して、配布されるようにガバナンスの提案を提出しているということで、先ほど話した通りメインネットをね、停止して配れないというんじゃなくて FTS をねデータプロバイダーを介して配布されるように今提案をしていると。で最初の 15% ねあって、その後あと分割配布ですよね。で FTSO を通じて配布されるためガバナンスの提案はすぐにね今後発表されますと。どういった内容のガバナンスの提案をされているのかということですね。それが発表されますと。でその提案の背後にある核のアイディア、要は何でそういった内容になっているのかっていうと、まずは3年以上にわたって、毎月取引所に直接配布する必要がないことを意味するようです。つまり最初に 15% 配って、あとは2から 3% ずつ配っていくと、大体ね24ヶ月から36ヶ月ですかね、3年ぐらいになる、多くてね、そういった可能性があるけど、それを毎月ねこう取引所に配布してたら大変ですので、そういったことがなくなるようなガバナンスの提案になっていると。であとは最初の配布までに取引所が破産してない、先ほどの冒頭の話とつながるのかと思いますが、そういったことを願ってますと。で FTSO で取引所に直接配布することで、その後安全なトークンを取得して、安全な取引所からトークンを取得してデリゲートできるようになってますと。あとは取引所が破産することからのリスクも取り除きますということで、分割配布していて、分割の配布の途中にね取引所が今と同じように破産しちゃったらね配れないとなる、そういったリスクも排除しているような、ガバナンスの提案になって、いるということと、でその提案はすぐに発表されるということで、発表されましたらまた僕の方でねまとめてどういった内容になっているのかっていうのをねまとめていきたいかと思います。で、コミュニティによってそれまた決定されるので、それが採用される 100% 採用されるわけじゃなくて、それが採用されることを願ってますってすぐに発表されますということで、解説をされてます。はい、これがね、今回の対談の内容になります。あともう少しで、あったんですが、ちょっとね難しい技術的な内容だったりっていうのもありましたので、全部見たい方はね、今回の動画の概要欄の方に元記事のリンク貼っておりますので、そちらクリックしていただけますと今回の記事見れますので、こちらの YouTube のリンク貼ってますので、こちらクリックしていただければ元のね対談動画の閲覧することできますので、全部見たい方はねそちらから、確認されてみてください。はい、でフレアはね、結構ね、メインネットローンチまで結構複雑な展開になってくるかと思います。で難しくなれば難しくなるほどね、また詐欺とかを起こしやすいんですよ。ちょっと皆さんわからないから、サポートしてくださいということでね、そういったものが募ると、そういったものを利用してね、騙してお金を取るっていう人たちも発生してくる率が高くなってきますので、必ずね、ご自身で手に入れるまではねパスワードとかそういったね番号とか教えちゃいけないですし、そういった声かけてね、ってくる人もたくさんいるかと思います。CEO の顔をねアイコンを使って、アカウントをね似せて作って連絡してきたりとか、そういうね、ことをやってくる人もいるかと思いますので、そういったね、セキュリティ問題に関しても必ず公式情報をね、確認されて、進んでいくっていう、ことと、あとはね僕の方もまたマニュアル動画上げてきますので、また見ていただければと思います。はい、じゃあ今回ね、CEO との対談の動画のね、翻訳の方公開の方させていただきました。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安さん流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね元記事の一番下スクロールしていただいてプレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にねお友達追加していただければと思います。あとはね今回の動画の内容でねちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね
聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。